テキランドデジョンです。今回日本最強の15人集めた世界一トレース節クランリーグの7月シーズン Day4 からをやっていきたいと思います。はい。Day4 は42点というところでね、対戦相手が、格下クランだったと。で、攻め残しが出てしまったと、クラウス。パーフェクト取れる試合だったかなというところで。Day5 もね、同じ感じでした。Day5 も格下クランだったっていうところで、ちょっと2つね、取りこぼしが出てしまったんですが、Day4 と Day5 に関しては個人成績ね、つけてしまうとちょっと有利不利が出てきてしまうので、下の方攻めた人だけ全回取りやすくなっちゃうとかあるので、個人成績の方には一律で加算されないというルールにしておりまして、ただ攻め残しをした場合は星マイナス3しますよというルールになっているので、クラスに関しては攻め残しをしたので、今の順位からマイナス星3をしたのが入ります。はい。初日で星1もやってるんで、1枠は確定かなというところですね。で、今日は Day6、Day6 をね、やっていきたいと思います。はい。6日目は対戦相手もしっかりしたクランだったんですけど、またちょっとクラウスが攻め残しということで、クラウス無双が入りまして、38点。10前回というところでね、前回数としてはかなり多いところかなというところで、今日はここを振り返っていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。ひろやさん61天才のクイヒーのラバル。ここ見習いウォーデンつけていきましたね。天才のバリューえっぐいな。モノリス、マルチ IT、クロスボウと、あとなんだ ?2 個あったんか、クロス。えぐ。これは天才やり得ですね。うん。確かに、これは多分天才起点で作られたプランじゃないかなと思います。天才のバリューが美味しすぎるでしょ、これっていうところで、それと合わせるようなユニットを使うためには、どうすればいいかなっていうところで、V ヒーを選択するんじゃないかなというところです。いいですね、今のホーミングチェックも。素晴らしい。なんかやる意味なさそうに見えてね、こういうホーミングチェックのバルーンってね、効くんだよね。いるんだよね、こういうところに。罠置いてる人たち。ここ見習いウォーデンつけてるので、クロスボウ、おーここまではちょっと想定されてなかったが。なんだ今の。さすがにヒーラーの数がだいぶ減ってしまったので、これクイーンに見習いウォーデンつけてることで、この辺ちょっと変わりそうですね。ここは、ウォーデンを追加してのホームをかけてきました。キングもクイーンも、ロイヤルチャンピオンもすべて使い切って、ウォーデンも使っていったところですね。ボマー型。ウォーデンをね、空に使えないので、代わりにボマーを兵器をね、ボマンにして、ちょっと空で頼りになる部分を作っていったわけですね。タウンホールのところまでしっかりクイーン突破しつつ、ロイヤルチャンピオンの方も簡単に処理ができて黒く残ってる状況。ボマーが強いです。ロイヤルチャンピオンと合わせてストライカーを回しつつ、ここはフリーズを挟みつつ、ラストの呪文ですね。投石のところもバルーンがさりげなく届きまして、ボマーがここはターゲットを拾ってくれて、ロイヤルチャンピオンも能力残った状況と。いい展開ですね。これはかなりいいプランでしたね。配置に合わせるっていう意味で、この天才とこの食い火っていうのが本当に噛み合ってるので、非常にいいプランでしたね。ちょっと対戦相手もね、殺意のホーミングがこっちにね、ドドドドっとあったんですけど、あれがうまいこと全部ヒーラー1体ずつヒットしてたらね、大変なことになってましたね。おお、殺意高っ。ホーミング全部こっちなんじゃないの？今みたいなホーミングもね、当然防衛側からするとデメリットもあって、今ボマーが生き生きした理由がもう全てですね。ラバルパートにホーミングがヒットしないっていうのは、それはそれで、ラバーもこういう HP の高いユニットを止まる要素がなくなっちゃうんでね。特にシングルインフェルノとか真ん中なんですけど、そういうところでしかね、単体火力止めれないので、HP の高いユニットね、落とすことができませんでしたというところ。森尾さん、リターン型のクイヒーのスーパーボーラーというところですが、完璧ですね。インビジブルも使って、レイジが切れかけるというところでね、あんまりギリギリでリターンしても次の時にちょっと、ヒーラーとかもね、スーパーボーラーたちについてくれることは結構難しかったりするんでね。援軍するところまでやっていきまして、ここでリターンをかけていって、すかさず3時に展開。これ遅いとね、シューターとか別のところにね、飛んでってしまうところだったし、迫撃砲のターゲットもイエティがしっかり取り続けてくれたので、これね、なかなか難しい選択だったんですけど、うまいですね。エレクトロタイタンをアイスゴーレムになってつつ、
フリーズが入ったところでスーパーボーラー合流させて。うまいね。さあ、エレクトロタイタンそれかけてるんですけど、勝利ができたのですぐ戻っていくと。シューターも6時で大暴れ中。いや、これマジでめっちゃうまいね。プランがぶっ刺さってるし、こういった選択するときに大体言うんですけど、配置ね、これ対策されてないですからね、こんな攻めはね。ちょっとね、レイジに乗せて綺麗に入れすぎたのと、キングのね、サポートが遅くなっちゃったので、これトーム入ってるよね。スーパーボーラーギリギリでここトームかけていって、投石折り切りつつシングルインフェルノまで。いいトームですね。ユニットの方がもうこれ完全に逸れちゃうっていうのが分かったので、最低でも内側入ってくれたユニットだけはね、頑張ってほしいというところでね、ここにトームをかけて合わせていきましたが、今シングルインフェルノを追ってる間にクロスボウがね、余力で折れるというバグ。すごいダメージですね。あとは、キングクイーンが、これむしろ内側入れなくてよかったまであるね。内側を一番低い火力で突破してくれて、6時の方からシューターの中身が飛んできてと。あとは、キングクイーンが外周ぐるぐる回るだけで全開だったということで。ナイス全開ですね。初手のアドオンが非常にいいのと、合わせる使い方もうまいですね。この形はね、森尾さんぐらいしかあんまり本格的にやってる人見ないんですけど。バーサス。またニャロメ。クイヒーラバレ。ニャロメもね、レジェンドリーグ調子いいらしいですね。6時からクイヒースタートして、6時に突イエティでシングルインフェルノを降りつつ援軍を釣っていくようなイメージですね。これは確かに、これでルート作りするのが、ちょっと古めの配置にはなってくる。しっかりここ、ホーミングも吸ってくれつつ、めっちゃ美味しいですね、これ。当然、レイジはかけていきません。このタイミングで、ヒーラー追加しつつ、防衛タイタンとかって、ね、意外とね、ミニエーティとかに対してちょっとだけ強かったりするんですけど、他のサポートのね、攻撃力がなさすぎたので、意味がなかったです。なんかボムターとか投石、投石はあれだけど、ボムターとかマルチとか、いろんな範囲ダメージのものとかがね、ちょっと絡むとね、ミニエーティが防衛施設まで届かないみたいなことが発生する要因の一つにエレクトロタイタンのオーラダメージっていうのがあるんですけど、あとはタウンホールの方までクイヒーを誘導する感じですね。9時のマルチ IT の区画は、キングが突破するような役割になってます。このウォールブレーカーここついちゃうの苦しいんですけど、トルネードがね、内側に寄せてくれました。さあ、2度目のウォールブレーカーが内側を走っていきまして、しっかり通っていくと。ポイズンタワーもここ入っていって、ヒーラーにはちょっと入ってほしくないので、むしろここでゆっくりしててほしいですね。さあ、キングでクイーンを突破していきつつ、マルチインフェルノの方も触れそうというところ。フランジを使って、ホーミングがヒットしてしまいましたが、もう一回ホーミングチェックのバルーンを入れて、タウンホールの方へ。このリクスケ美味しいっすね。先に当たれたのめっちゃいい。で、振りかけていくと。反対サイドの同じようにリクスケありそうかな。タウン打つ時にリクスケ出てきてタゲ取られるのが一番嫌な話の、ほら、こうやってあるんですけど、ロイヤルチャンピオンの方もこれ、いいとこ、そんなとこに置いてんだ。上からラバル。このリクスケうざいですね。クイーンの方はグロック入ってるので、レイジフリーズ。ギリギリですが、この延命は大事です。特に呪文まだレイジ3枚残ってる状況だったので、ラバルに合っててもね、持て余しちゃうレイジなので、絶対延命したかったですね、今は。さあ、モノリスの方にロイヤルチャンピオンがボコられてしまい、バルーンの方もちょっと落ちていくんですが、逆にちょっと呪文だけはめちゃくちゃあるという状況ですね。この子もリクスケに釣られずしっかり帰ってくれるあたり素晴らしい。さあ、これ大砲とマルチ IT に触れるようなレイジをかけて、これマルチ IT までね、乗り切ってればね、ベストでしたが、さあ、ナイス。あとは呪文でご了承。バルーンも手元に残ってるというところですね。クイヒールートがめちゃくちゃ強いっていうところと、火力も低く、ね、難所がなかったので、あとはラバルパートに1問割きつつ、タウンホール突っ込んだクイーンを延命するっていうのが大事でしたね。さあ、スミス、61天才のラバル。スミスは結構、クイヒーのスーパーホグやってることも多かったんですけど、ここでラバルですね。もともとラバルやってた人なんですけど、ブランチャー型。GS の人たちが結構同じような戦術やってるよね、みたいな話をしたと思うんですが、レイジタワーとクロスボウを折る天才が入りました。
うん。残った投石の方にクイーン。で、反対サイドをキングと。中心マルチの方をウッドランチャーなんですけども、怪しみ、クイーン、逆走を始めましたと。いいバルーンっすね。これ、投石のターゲットをウッドランチャーに入れないためのバルーン。これによってウッドランチャーが攻撃を続けてくれるので、マルチインフェルノの方にね、入り続けてはいるんですけども、ちょっと大工に直されてしまってますね。この辺の誘導はちょっと厳しいか。レイジを打つかどうかをここ悩みますが、残すかな。さあ、アイゴレからのロイちゃんにロイちゃん当てていく感じですね。クイーンは黒くさすがに、おお、フリーズかけていく。いけんのそれ。いやーん、さすがに。クイーンの方は黒黒を使っているのと、これ今打ったらワンチャン、ロイヤルチャンピオンの能力今打ってたらなんか、こっちに飛んでそうだったね。まあさすがに9時の方を優先しておるような形でやっていきつつ、タウンホールの方からラバルをスタートしていきます。まあフリーズも残り1枚になってるので、タウンホールに打つしかないですね、これは。一気のレイジトームで押していく感じかな。さあ、レイジトーム。タウンホールインビジブルで隠されて間に合いましたね。さあ、スケルトの呪文からのヘイストストライカー。フリーズの呪文がないんでね、この辺ね。こういう対応になってますね。いやー、ちょっとしんどいんですけど、結構いろいろね、渋い部分があるんですが、ここは押し切ってくれつつ、大工が壊れてるのでね、上のマルチ IT が残っていって、あとはウォーデンついたバルーンたちが頑張ってほしいというところですが、ラバハウンドの破裂とウォーデンの攻撃で突破することができました。さあ、こういうギリギリのやつをね、前回までしっかり取れるかどうかって本当に大事になってくるんですが、いい戦績ですね。はい。スミスも前回に引き続き絶好調ですね。クイヒのスーパードラゴンリターン型ユタさんですね。これね、レジェンド、ちょっとあれで、スーパーホーグやめてね、スーパードラゴンやってた時期ですね。結果なんかタウンホール真ん中の配置がめちゃくちゃ多くなっちゃって、クイヒ対策されててちょっとめんどくさいなみたいな配置が多くて、まあ、その中でこの配置がちょくちょく出てくることになったんですけど、クイヒのスーパードラゴン編成に変えてから一度も展開逃したことがない配置だったので、これを行きました。同じやり方で。これ、投石まで降りきます。で、6時の方ね、ウィズと対空砲って置き方で置いてあったんですけど、まあ、レジェンドじゃできないんですけど、今回はね、その弱点をついて、ウィズ島という火力の低いところを、ホグビズで折ると、対空砲のところまで射程が届いてないので、対空砲がね、6時のカードで折れるっていうことに気づいたので、そういう差し。あとは、ボマー型でスーパードラゴンを進めていきます。はい。これがね、マジでね、一生全開取れます。ホーミングもバルーンが吸ってくれつつ。バルーンでしっかりボマーを延命してあげるっていうのが大事ですね。今のもホーミングヒットしっかり取ってくれつつ。真ん中の呪文ターがね、ちょっと違うやつだったりしますね。中身が。ポイズンターちょっとめんどくさい。インビジブルターとかもあるんですけど。ここでタウンホール隠されてしまう。さあ、ここ頑張れ頑張れしてもらう。結構ね、スーパードラゴンにもレイジが欲しい感じしますね。さあ、ここでスーパードラゴンインビジブルでタウンホールを破壊してもらいます。割とここまではね、すげえ綺麗に。まあ、こんなに綺麗ではないけど、まあいけるっしょみたいな感じで押せてたんですけど、結構ね、ギリギリになっちゃいます、最終的に。さあ、モノリスがキングたげってるんですけど、ここでフリーズ。ちょっとね、もったいなかったですね。このフリーズは良くなかったかな、結論。フリーズかけるんだったらもう、さっさとフリーズかけてフィストで突破させるべきだったので、ちょっと判断遅れちゃったのと、あれだったんですよね。まあ、キングのヒーローペットにフェニックスがついてることに慣れちゃって、キングの HP みたいなところ、なんか死んでもいいやつみたいな目線でキングのことを見てしまうこともあるので、まあそういったところでちょっと遅れた、あれになっちゃってたかな。まあでもこれがね、クイヒルとか非常に火力の低いところを歩き続けることができるっていうところで、
真ん中スーパードラゴンが貫通してくれれば、こういう感じでね、全開が取れるんですよね。まあ、回路配置って外周部はやっぱ火力が低いので、なんか食い火死なないんですよ。といても。まあ、ダメだった時っていうのは、スーパードラゴンの方が伸びなかった時ですね。まあ、ちょっと危ない感じで、今までで一番ユニットが残んなかった前回になっちゃったんですけど。うん。まあまあまあ、取れてよかったです。さあ、スタドラも森尾さんと同じ戦術。リターン型のスーパーボーラー。まあ、序盤クイラバやってたんですけど、この対戦だけだったかなどうだったかちょっとわかんないけど、ちょっとスタドロもね、途中で星1が、前回かな星1取ってて、下の方入っちゃってて、結構苦しい感じだったんですけども。インビジブル誘導してクイーンをターンホールの方に。タウンクイヒーこれ、フリーズ1枚なんか、インビジブルも使っちゃったし、編成的にフリーズ1枚って結構怖いなぁ。このタイミングでちょっと遅らせて、6時の方から、シューターウォーデン。ポイズンタワーのタゲを拾ってくれてますね、ホーミングチェックバルーンが。さあ、ただここはホーミングとしてレイジ置いて、フリーズまで打っていって、ラストフリーズですね。呪文結構咲きましたね、これは。まあこれ迫撃砲までシューターは突破してもらえれば十分って感じかな。うん。オデヒが迫撃を追ってくれれば、シューター的には怖い防衛説がなくなりますよというところですかね。さあ、アイゴレからのユニット展開をしていきつつ、シューターがちょっと合流しちゃってるね。さあ、ここレイジ乗せてバルーンも奥の方で。まあ、もともとスタドラといってはね、スマッシュ系の戦術っていうところは結構みんなイメージされるところも多いのかなっていうところで。まあ、むしろ、こういった編成の方がスタドラっぽく感じてる人も多いのかな。さあ、3時の方にアイゴレキングストライカーぶつけてますね。でスーパーボーラーこれレイジに乗ってかなり綺麗なところまでジャンプ。まあ、呪文だいぶ序盤で使ってるんでね、もうすでに呪文がありません。リターンも使って、レイジフリーズも使って、インビジブルも使ってなので、まあ、豪華に序盤に呪文を割きましたねって感じ。でここで、キングはフィストを使って、クイーンの方は黒く残してるのがいいですね、ここまで。で、ロイヤルチャンピオンは9時展開。そして非常に物騒なテスラモリに対して、イエティ、ベビドラ、ホグ、全部当て。リクスケ、モリモリ。ここからおでんを出した日にはって感じですね。シューターがこんなところまで生き残って回ってくれている。キングとシューターでクロスの方を殴り続け。クイーンの方もなんかいろんな壁殴ってるね。ギリギリまで削れてる壁があるんですけど、やっぱやめたって別の壁殴ってるんですけど、なんか最終的にそっちから来たわ。これヒーラーもターゲット取ってくれつつ、シューターこれ最後まで生き残っていって、ロイヤルチャンピオンも最終的に回ってましたね。この編成のスペック的にもかなり強いのかなわかんないけど。編成パワーは強そうだね。こうやって見ると。さあ、リュウタ君、クイヒーラバル。ドリルからシューターに切り替えてというところ。3時にヒーローが大集合してます。3時にヒーロー大集合から一気のレイジクイーンスタート。さあ、ここロイヤルチャンピオン倒した後にキングに余力でストライカーぶん殴ってるんですけど、流れたやつだけでだいぶキングボコれましたね。さあ、隣にシューターを置いていきました。ストライカーね、3枚持ってきてたんで、今の1枚刺してもいいところですが、なくてもいいでしょっていうところで咲かなかったかな。ここでクイーンの方にストライカー刺しましたが、バルーンの方で援軍連れつつ、これめっちゃいい当たり方ですね。これかなり美味しいですね。これで援軍が釣れちゃって、しかもスーパーガーゴイルね、こんな簡単に処理できる援軍が、ポイズンだけポンって置いときゃいいというところで、こんなにね、影響を受けずに突破することができましたと。さあ、いいフリーズ。外周部ちょっと残していることでね、タウンポイズンも受けないような状況でもありつつ、逆サイド、ベビドラカット、キングまで使うのかなこれは。おお。さあ、インビジブル。さあ、ウォールブレーカー使っ
ってからなんですけど、しっかり通りつつ、キングを途中サポートで入れていく。シューターもこれかなりいいルートっすね。マルチインフェルノ、先に打ってくれると美味しいよ。さあ、リクボーデン型でこれはロイヤルチャンピオンとリクボーデンとウォールブレーカーが来てクイーンと合流していくような感じ。さあ、クイーンも隣に入ってって、ここでトームをかけていく形、全員に入りましたね。いいトーム。さあ、ウォールブレーカーも奥まで。これめちゃくちゃいいトームですね。あとはラバルをタウンホール反対の方。イーグル砲の方はね、ラバルに対しては火力が低くなってるっていうところ。内側のクロスもね、ヒーローたちでしっかり取れて、ここにフリーズ。もう一回フリーズ同じとこで終わりですね。さあ、ここは、フリーズは残して、裏に置いていって、ロイヤルチャンピオンでマルチが折れるのでっていうところかな。ビズト対空の方へ。ビズトの方はね、これシューターがまだ生きてるので、こうやって裏回りつつ。さあ、これはかなり余力が残った圧倒的全開ですね。非常に強い。これは、マジでぶっ刺さってたね。ナイス戦。さあ、カズマくん、クイヒーホグ。スーパーホグが流行る中ね、通常のホグを使い続けているのはカズマくんですね。対地クロスのところ、ここは、イーグルとかは狙ってなくて、援軍釣りと対地クロスだけ折れれば、ルート作りができるよねっていうような突撃ですね。さあ、ウィズ島の方まで折り切りつつ、狙ってたところまで全部できたかなっていうところ。できれば対空から打ってほしい。そうするとヒーラーが出せるって感じですね、こうして。迫撃砲のね、ターゲットが取れてるので、バーバリアンでサイドカットをしていきつつ。ここでホーミングチェック。対空砲の近くなのでね、ちょっとホーミングしっかり拾っていきたいところ。あった。おお、2枚見えた。おいで。イーグルの方入って、クイーンのところだけみたいな感じになってタウンホールまでって感じかな。これは、レイジがまだヒーラーに入ってない部分だったので、HP が低いところから始まっていきます。打ち勝つことができないので、ここはクロークが出てしまう。まあ、フリーズ使ってもいいかなっていうところでしたね、ここは。フリズンター、食らう。これ痛え。ヒーラー入るの嫌っすね。タウンホールの方まで。いいルート。キングはキングと使っていく。この隙にタウンホールの方にクイーンが誘導されていって、非常に強い。この辺ね、ロイヤルチャンピオン使っていって、イエティで繋いでいく。結構ね、クイヒーホグってホグにロイヤルチャンピオン当てるから、そのためにね、使わないみたいな。キングロイちゃんみたいな使い方をしないんですけど、合流できるような使い方でこういうね、感じで出してあげると、オーデンも入るし、ホグの方もね、合流できて、非常にいい合流ができるので、これ結構おすすめの使い方ですね。ちょっと下手しちゃうとね、ロイヤルチャンピオンが単体で進みすぎて、ダメージ食らったりとか、ルートが崩れると、それて、ホグパートの火力が全く入らないみたいな感じで、しっかりね、考えられる人じゃないとこういう使い方はできないんですが、この使い方はうまく決まると非常に強いです。さあ、フリーズ残して、クイーンの方はね、黒く入ってたんですけど、最後まで生き残って、圧倒的全開と。うまーい。うまいねー。そうっす。カズマくんらしいアタックですね。さよっちさん、スーパーホグですね。12体と結構多めですが、オールブレーカーがないのか、これ。トツイエティかな。バルーンベビドラ置いて、トツイエティ。レイジまで欲しいかな、このあれだと。おー、トルネード。トルネード出てくると、伸びがどうなるかわからんところですか。さあ、むしろ内側に入って対地クロスの方まで誘導がされましたね。うわ、ブレー。うわ、めっちゃ飛ばしてきましたね。援軍もね、対戦相手しっかり配置に合わせていろいろ変えつつ、結構ね、
ボーナスステージ4戦目、5戦目引いたんですけど、戦ってるタウンホール15がちゃんと出てくるクランとしてはね、そこそこ強いクランが多かったっすね。ちゃんと前回も取ってくるし、まあ、配置もなんかそんなにやばい感じでもなく、防衛施設のレベルもね、上がってるっていうところが多くて、まあ、比較的ちゃんと対戦として成り立ってる試合が多かったかなと思ってます。さあ、インビジブル使ってここは誘導。ウォールブレーカーとかがないし、クイーンをね、そのままコントロールしなきゃいけないので、このインビジブルは本当に大事ですね。結構ね、流れとしてこの辺、金コートからキング出していくことが多いんですけど、逆サイドからキングを展開していきますと。で、タウンホールの外側の反対サイドからキングを流していくことで誘導していく。うまいっすね、この使い方。まあ、僕も結構感覚的に、やっぱこっちから流していくっていう使い方をしちゃいそうなんですけど、それだとちょっとサイドカット間に合わなくて、一緒にキングとクイーン両方それちゃうみたいなことが生まれるんですけど、この合流型の誘導の仕方うまいですね。さあ、ここはスーパーホグを展開していって、サンタウォーデンというところでね、非常に今の季節にぴったりですね。さあ、真ん中マルチ IT2 つのところ、ヒーラーにも入っていくので、ここはフリーズをかけつつ、トームをそろそろ構えていくところなんですが、これもうクイヒーに完全にベットしていきました。マルチ IT2 本を折るのはね、クイヒーの役割になってくるので、で、トームの方で、フリーズを使えない分、リカバリーというかカバーをしていくような感じですね。スーパー保護に対する呪文っていうのが一切使えないような状況にはなってるんですけど、それで圧倒的全開につながるので、いかにこのユニットが強いかっていうところ。通常のホグでこんなに伸びないでしょ、呪文使わないで。えぐいよ、残り方。これはね、他のユニットにはできないですね。まあ、イメージとしてはなんかドラゴンライダーとかだとね、こういう使い方になるんですけど、ライダーとかもフリーズがないとやっぱり今の環境厳しいので、まあ、唯一無二かな、呪文を食い火に全ベットできるような、そういう戦術です。さあ、本日ラストは星3 61天才。星3もね、編成いろいろ変えてくれて、攻めるようになってくれました。まあ、先月ね、まあ、この 1v1 のね、イベントの方にもね、じゃあ来月はちゃんと攻め残さないようにしますと宣言してくれまして、しっかり攻めてくれましたと。でキングでサイドカット、クイーンを使ってキングを内側に入れていくようなイメージ。まあ、こっちのイーグル砲の区画の方がね、そんなに火力が高くないっていうところで、突撃艦持ってきてるんですけど、どういう使い方になるかな。まあ、タウンホール区画がね、火力が低く浮いてるんでね、ここ突撃艦がタウンホールさせるんだったら非常に強いですね。かつ、ポイズンタワーが2個あるので、ターゲット全部、突撃艦の方で拾えるんですよね。まあ、逆に言うと、援軍の中身のユニットがフルに食らうことにはなるので、まあ、その辺は気をつけなきゃいけないところですが。さあ、ここは、ロイヤルチャンピオン3時からつなぎつつ、フリーズをかけてベビドラカット。さあ、ここはクローク一瞬で打って、ロイヤルチャンピオンの方も。なるほどね。できればロイちゃんにもトームがかけれるとね、ベストだったんですが、まあ、そんなに都合よくね、行くわけもなく。タウンホールの方をしっかりここ届けていくんですけど、ロイヤルチャンピオンも加算されつつ、今のストライカー強すぎるの。ポイズンタワー2個ともね、走り抜けたストライカーの方で吸ってくれたので、まあ、何事もなくタウンホール突破できましたね。ここまで考えてたらすごいでね。しかもこれ見て。手元にまだバルーン10体とラバハウンドが残ってて、とどめの裏ラバル。この投石機に対してもフリーズが2発ありますね。さあ、撃っていきつつ。もうオーバーラバしてる。はい。フリーズかけまして終了です。いやー、圧倒的全開。まあ、投石のレベルがね、上がってないんですけど、関係ないですね、こんなの。だって。一生仕事できてないんでもん。所定はトームで潰されてるし、後ろはフリーズで潰されてるところでね、防衛施設のレベルは全く関係ない。カンストでも余裕の全開だったかなというところでした。いやー、強いね。今月ね、マジでみんな強いです。バーサス。はい、というわけでね、38点というところで、
まあ、4、5、6と今日は振り返っていったわけなんですけど、まあ、ボーナスステージ引けるかどうかってめちゃくちゃ大事なんだけど、順位を取る上ではね。まあ、リプレイの数はだいぶ減ってはしまうんですけど、首位だけを見たとき、まあ、ちょっとクランリーグね、できる日も欲しいんで、ボーナスステージは1、2個欲しいかな、最低でも。マジで、7日間連続でやる上で、全部ガチとかちょっとしんどいし、全部ちゃんと全開取れたとしてもね、まあそりゃボーナスステージ引いてないクランと引いてるクランだと、ちょっと星数の伸び方も変わってくるんでね。まあぶっちゃけプレイヤー目線めちゃくちゃありがたいですね。そしてね、結構この辺の成績が結構いいので、攻め残しも発生はしてるんですけど、なんかそれでもなんか、ワンチャン世界一取れんじゃねぐらいのペースだと思ってます。そんな中でのね、最終戦がまだ残ってる状況になります。最終戦もね、タウンホール15のガチクランだったので、明日合わせてご覧ください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、